皆さんこんにちは。大好評の北海道ローカルチェーンシリーズ、ついに第3弾までやってきました。ということは、そうです、ここから先はマニアックゾーン突入です。第1弾第2弾で紹介した有名チェーン店が北海道の表の顔だとすれば、今回登場するのは道民が本当はあまり教えたくないと思っている超ディープなローカルの名店たち。道東や胆振エリアで独自の進化を遂げた最強の回転寿司、札幌市民の胃袋を支え続ける生活密着チェーン、そして深夜でも人が集まる北海道のグルメ文化まで、どのお店も北海道の食のレベル高すぎないと自慢したくなる名店ばかりです。今回はガイドブックの1ページ目には載らない地元民だけの秘密のグルメツアーへご案内します。お腹を空かせて最後までじっくりお楽しみください。それでは早速行ってみましょう。さあ、お待たせしました。栄えあるトップバッターは、道民が昔からちょっと特別な日のステーキハウスとして通い詰めた名店、ビクトリアステーションです。おっと、ここで鋭いツッコミが聞こえてきそうです。メニューが本州のビッグボーイと同じじゃん。実はこれ、北海道民ならではの複雑な事情があるんです。ビクトリアは一時期、最近ちょっと店舗減ってないと道民をざわつかせていた時代がありました。ですがその後、すき家でおなじみのゼンショーグループに入り、奇跡の大復活を遂げます。そして現在、中身はほぼ同じなのに、北海道ではビクトリアステーション、それ以外ではビッグボーイ、つまり名前だけ北海道に残されているという、なかなか不思議な存在になったんです。だからこそ私たち道民にとってはただのファミレスではありません。子供の頃、今日はビクトリアに行くぞと言われてテンション爆上がりしたあの思い出そのものなんです。本州ではハンバーグのイメージが強いですが、北海道民は昔ながらのステーキ派もかなり多い。そしてサラダバーとスープバーをなぜかフルコース気分で楽しむ、これもまた道民あるあるです。お願いだから、ある日突然しれっとビッグボーイに統一されないでくれ。そんな道民の願いを一身に背負った愛すべき絶滅危惧レストラン、今週末はあの懐かしい赤い看板を目指してがっつり肉を食べに行きましょう。カズデン。さあ、次に紹介するのは、今北海道グルメ界で最も熱いと言っても過言ではない超注目店、こだわりとんかつカツ膳です。札幌で見たことないぞ、そう思った方、鋭いです。実はこちら、もともと道東釧路市で人気のとんかつ店、それがついに札幌とんでんエリアへ待望の初上陸。今グルメな札幌民の間で大きな話題になっているんです。カツ膳の魅力は、一口食べれば即理解できます。熟成豚やハーブ豚を独自の生パン粉でサクッと揚げる。しかも油が軽い。とんかつを食べたのに胃が重くないと驚く人も多いんです。さらにごまを自分ですりながら待つあの専門店感。そしてご飯、キャベツ、お味噌汁はおかわり無料。もう隙がないなんですが、実はこの異常な完成度、ちゃんと理由があるんです。なんとカツ膳を運営しているのは、北海道が誇る人気回転寿司チェーン、名古屋家庭の会社。そう、あの三つ星レストランシステムなんです。つまりこれは、寿司で北海道民の舌を支配した会社が、今度は本気で肉に挑んだ店。そりゃ美味しくないわけありません。というわけで、最高の伏線回収が終わったところで、お次はその総本山、道民が愛してやまないエンタメ回転寿司の王者、名古屋家庭へ突入しましょう。名古屋家庭。さあ、お待たせしました。カツ膳の美味しすぎる秘密を握っていた総本山、グルメ系回転寿司の絶対王者、名古屋家庭の登場です。
グルメな皆さんならもうお気づきですよね。動画第1弾で紹介したトリトン、第2弾の根室花丸、そして今回の名古屋家庭。そうです。これにて北海道民が愛する三大回転寿司、ついに完全コンプリートです。そんな大通りを飾る名古屋家庭は1991年、道東釧路市で誕生。この店、とにかく熱量がすごい。お店に入った瞬間から職人さんたちの威勢のいい声が飛び交い、一気に祭り会場みたいな空気になるんです。そして名古屋家庭最大の名物といえば、やはりこぼれいくら。注文が入ると店内に鳴り響くド迫力の太鼓、そして始まるわっしょいわっしょいの大合唱。スプーンでこれでもかと盛られる大量のいくら。もう大人も子供もテンション爆上がり。これは寿司屋というより美味しいテーマパークです。ですが名古屋家庭の本当の凄さはエンタメだけじゃありません。ネタの鮮度、サイズ感、そしてサイドメニューの本気度まで全部レベルが高い。汁物も揚げ物も、いやーそこまで本気出すってなる。胃袋も心も満たされる北海道回転寿司文化の最高到達点なんですが、北海道の回転寿司文化、実はまだ終わりません。ここからは三大回転寿司に匹敵する隠れた亡者が登場。題して三大回転寿司プラスワン編。次に向かうのは名古屋家庭と同じ道東釧路が生んだ超実力派回転寿司祭り屋です。回転寿司祭り屋。さあ続いて登場するのは名古屋家庭と同じ道東釧路で生まれた超実力派。これ以上有名になってほしくない地元民率が高い隠れた怪物チェーン、回転寿司祭り屋です。トリトン、花丸、名古屋家庭、北海道三大回転寿司の陰に隠れがちですが、道民にで結局どこが一番好きと聞くとかなり高確率で名前が挙がるのがこのお店。祭り屋の魅力、それは圧倒的な祭り感です。お店に入ると BGM はお祭りのお囃子、店内は活気マックス。もう寿司を食べに来たというより縁日に来た気分になります。しかもメニュー数常時200種類以上。選んでいる時間すらすでにイベントです。そんな祭り屋で絶対に外せない不動の人気者が、そうサーモン。これが本当に強い。ただ大きいだけじゃありません。油の乗り方が上品で、口に入れた瞬間とろっととろける。サーモンなら祭り屋が北海道最強、そう断言するファンもいるほどです。さらに春限定のとろにしんやカツホッキひもなど、道東ならではの激レアネタも超充実。注文を受けてから職人さんが1貫ずつ握るので、鮮度への本気度が違います。そしてここからが祭り屋の真の恐ろしさ。実はこのお店、サイドメニューへの情熱が異常なんです。50種類以上あるサイドメニューの多くがなんと店内手作り。ド派手な祭り感と職人の本気、その両方を全力で叩きつけてくる。道東が生んだ隠れた寿司モンスター。三大チェーンを制覇した方はぜひ次に祭り屋も制覇しちゃってください。回転寿司チョイス。さあ続いては三大回転寿司も行った、祭り屋も制覇した、もっとマニアックな店はないの？そんな北海道寿司ガチ勢のあなたへ送る超穴場ローカルチェーン、回転寿司チョイスです。室蘭、登別、旭川など主に道南・東北エリアで地元民に愛され続けている名店なんですが、札幌には店舗がありません。そのため観光客からの認知度はかなり低め。まさに知る人ぞ知る北海道ロ
ローカル回転寿司なんです。ですがこのお店、実力は本物。名前の通り自由に選ぶ楽しさを大切にしていて、うまい、安い、新鮮の三拍子が見事に揃っています。肉厚のトロサーモン、脂のりのりの匠のしめ鯖、さらに高級魚松川まで北海道クオリティのネタがかなりリーズナブル。しかも一部の店舗ではなぜか本格地ビールまで飲めるという大人に優しすぎる回転寿司なんです。とここまででも十分すごいんですが、実はこのチョイス、北海道民が聞くとえってなるとんでもない秘密を抱えています。皆さん、北海道土産といえば何を思い浮かべますか？実はこのチョイス、運営しているのはあの若狭芋本舗グループなんです。和菓子屋さんがお寿司、そう思いますよね。ですがそこは北海道を代表する老舗食品グループ。ネタの鮮度もシャリの完成度も本気度が違う甘い若狭芋で北海道民の心をつかみ、今度は寿司で胃袋まで支配する。この甘いからしょっぱい永久期間を完成させた若狭芋グループ、恐るべしです。観光ガイドにはまず乗らない地元民の思いが詰まった愛すべきローカルチェーン。道南道北をドライブする際にはぜひチョイスの看板を探してみてください。サザエ。さあ、お寿司を食べた後ってなぜか甘いもの欲しくなりませんか？というわけで続いてご紹介するのは北海道民のソウルスイーツを語る上で絶対に外せない超大物チェーン、十勝おはぎでおなじみサザエです。北海道のデパ地下やスーパーへ行くとかなりの高確率で現れるこの看板、気づけば吸い寄せられるように並んでしまう、それが北海道民とサザエの関係です。看板メニューはもちろん十勝おはぎ。十勝産小豆 100% 使用の自家製あんこがこれでもかと盛られた圧倒的存在感。口に入れた瞬間、上品な甘さが広がり、その後からやってくる絶妙な塩気、これがもう危険なレベルで美味しいんです。おはぎなんてどこも同じでしょ？そう思った方、その油断、サザエのあんこが一瞬で吹き飛ばします。実はこのサザエのおはぎ、あの石原軍団がロケ現場で指名買いしていた伝説の差し入れとしても有名。つまり全国のグルメ亡者たちを黙らせてきた実力派のおはぎなんです。ここで一つ気になることありませんか？和菓子屋なのになんで名前がサザエ？そう、実はこれあのサザエさんが由来なんです。創業者がサザエさんのようにみんなに愛されるお店にしたいという思いを込めて命名。和菓子屋なのにサザエ、この絶妙なゆるさ、北海道っぽくて最高ですよね。さらにサザエの本当の恐ろしさはおはぎだけじゃありません。横を見るとなぜか異常に美味しそうなおにぎりと巻き寿司が並んでいる。そう、これが道民を苦しめるサザエトラップです。今日はおはぎだけ、そう決意して入店したはずなのに、気づけば鮭おにぎりと天むすまで買っている。我々と参考は何度この罠に敗北したかわかりません。ですが実はこれちゃんと理由があるんです。サザエはおはぎ作りで培った米と塩加減の技術をおむすびにも全力投入。つまり甘い技術としょっぱい技術が互いを高め合っているんです。北海道の甘じょっぱ文化、ここに極まれり。北海道旅行で小腹が空いたらぜひサザエの看板を探してみてください。そこには道民が昔から愛し続けるホッとする味が待っています。ボストンベイク。さあ続いて登場するのは炭水化物を愛する全道民に捧ぐコスパ崩壊系ベーカリー、ボストンベイクです。札幌中心に展開するこのお店、初めて入った人はだいたい二度見します。なまらでかい。そう、ボストンベイクの最大の武器、
それは圧倒的サイズ感。顔より大きい調理パン、具材がはみ出すサンドイッチ、そしてこの値段で大丈夫と心配になる価格設定。北海道民の胃袋を潰しに来ています。しかもただ大きいだけじゃありません。北海道産小麦、夢力などを使ったもっちり食感のパンが本当に美味しい。毎日食べても飽きないパン。このコンセプト通り、学生からファミリー層まで札幌市民の生活に完全密着しています。なんですが、実はこのボストンベイク、北海道パン文化を語る上で絶対に外せないある伝説と深くつながっているんです。皆さん、昔の北海道の駅中などで見かけた北欧、覚えてますか？あの伝説のパン屋さんです。実はボストンベイクの創業者、その北欧立ち上げメンバーの一人なんです。その後、経営方針の違いなどから独立。1985年に誕生したのがこのボストンベイクなんです。ちなみにボストンという名前にも意味があります。ヨーロッパから新天地を目指した人々が最初にたどり着いた地、それがアメリカ・ボストン。つまりこの店名、新たな挑戦への決意表明なんです。熱すぎますよね。そしてそんな北欧の DNA を受け継ぐボストンには、往年のファンが歓喜する伝説の商品があります。そう、クインシーです。この長い菓子パンを見て、あ、北欧のやつだと叫ぶ道民、かなり多いです。ですが、ここで面白いのがボストン牛。実はクリームにはどこか懐かしい北欧感が残っているんですが、パン生地が全然違う。北欧版がふんわり柔らか系だったのに対して、ボストン版は湯種製法などを使ったむっちり系食感。同じルーツなのにパンの個性がまるで違う。これこそ独立後も独自進化を続けたボストンベイク流のリスペクトと進化なんです。甘い菓子パンから素材爆盛りの惣菜パンまで、北海道民の日常を支え続ける愛されるローカルベーカリー。一度行けばそのボリュームと幸福感に完全にはまること間違いなしです。サンドリア。さあ、続いて登場するのは、おいおい、今回のテーマローカルチェーンだよな。サンドリアって2店舗しかないじゃん。鋭いツッコミが飛んできそう。バレましたか？そうです、ちょっとだけネタ切れです。いや、言い訳をさせてください。確かにサンドリアは札幌に2店舗しかありません。なのでローカルチェーンと呼ぶにはかなりアウト寄りのギリギリラインです。ですが、この店だけは今回のマニアックゾーン、そして北海道の異常な深夜グルメの文化を語る上で絶対に外せなかったんです。というわけで、半ば強引に紹介するのが札幌の夜を支え続ける伝説の24時間営業サンドイッチ専門店、サンドリアです。1978年創業、約50年にわたり札幌市民の胃袋を支え続けてきた超名店です。すすきの近くにある本店はなんと24時間営業、年中無休。朝は通勤前の会社員、昼は学生、そして深夜はすすきので楽しく飲み終えた大人たち。時間帯ごとに客層が完全に変わる、まるで札幌市民観察施設みたいなお店なんです。そしてサンドリアの最大の魅力は圧倒的な種類の多さ。ショーケースには40種類以上の手作りサンドがずらり。毎回今日は絶対これと決めていっても、だいたい途中で心が揺らぎます。そんな中でも圧倒的人気なのがダブルエッグ。ふわふわ食パンの中に限界まで詰め込まれたとろっとろ卵サラダ。これはもう軽すぎる。一口食べると、あ、これサンドイッチじゃなくて飲み物だわってなるレベルです。さらにカツサンド、フルーツサンド、チョコ系など甘い系もしょっぱい系も超優秀。しかも
最近では JR 札幌駅に専用自動販売機まで登場。補充直後に売り切れるというちょっと意味がわからない人気ぶりを見せています。なんですが、実は今このサンドリア、北海道だけの秘密ではなくなりつつあるんです。なんと2026年から全国のファミリーマートでサンドリア監修サンドが発売開始。いきなり全国進出？そうなんです。本当は札幌市民だけの秘密基地として紹介したかったのに、気づけば全国侵略が始まっていました。嬉しいような、ちょっと寂しいような、これが今の道民の複雑な気持ちです。というわけで今回は私のやや強引な選出でしたが、こういう北海道初なのにいつの間にか全国へ進出しているチェーン店たちの話、めちゃくちゃ面白いので、次回第4弾でさらに深掘りしたいと思います。まずは札幌に来たらぜひサンドリアの看板を目指してみてください。24時間いつでも最高の飲み物や最高の卵サンドが待っています。というわけで今回はガイドブックの表紙にはまず載らない道民の胃袋をディープに刺激し続けるマニアックな北海道ローカルチェーンをたっぷりご紹介してきました。最後は私のちょっとしたネタ切れ問題も発生しましたが、どのお店も北海道の食のレベルの高さと独自すぎる食文化を体験できる愛すべき名店ばかりです。第1弾、第2弾の有名チェーンを巡った後は、ぜひ今回の裏ルートにも足を踏み入れてワンランク上の裏北海道グルメツアーを楽しんでみてくださいね。そして動画内でも少しお話ししましたが、次回第4弾では実は北海道発祥なのにいつの間にか全国制覇している最強チェーン特集をお届けしたいと思ってます。皆さんが普段何気なく使っているあのチェーン店も実は北海道生まれかもしれません。気になる方はぜひチャンネル登録と高評価を押して次回も楽しみにお待ちください。それではまた次回の北海道グルメガイドでお会いしましょう。バイバイ。